こんにちは、イルカです。2019年10月19日、すいません、今日は DIY ネタではありません。チャンネル登録者の方に新着動画の通知はしないようにしていますが、DIY と思ってご覧になった方はスルーしてください。今日は全然違う話なんです。いじめについてです。最近話題になっている神戸の公立小学校で起こった教師による同僚教師いじめについて私が思ったことです。画面は変わらないので音声だけ聞いていただければと思います。ニュースやワイドショーでもこの話になれば、まさに言語道断、教育者にあるまじき行為だとコメントを求められた人が誰もがそういうふうに言ってます。 YouTube でもいろんな人がとんでもないことだと非難しています。私もそう思います。確かにひどい話です。全く人の道に外れている。しかしこういうことはこれまで何度も繰り返されてきた。さすがに教師が教師をいじめるっていうのは前代未聞というか、こんなことが明るみになったことはなかったかもしれないけれども、こうしたいじめがエスカレートして暴行となるようなことはいろんなところで繰り返されている。ずっとね、太古の昔からと言ってもいいぐらい。どれだけみんながもうそれこそひどいことだと、もうそれこそ極悪非道だと、そういうふうに非難してもなぜかなくならない。どうしてなくならないのか、繰り返されるのか、そういうことを考えてみたいと思います。テレビとかなんかで、芸能人の人でも、私も昔いじめられたとか、そういうふうに言ってる人時々聞きます。多いとは言わんけど割と聞きますね。しかし私はいじめをしたという人が極端に少ない。中にはいますよ。ネットで検索したら、私はいじめをしたという芸能人、有名人の人が何人かいます。しかし極端に少ない。それもね、当然な話で、自分で自分の評判を下げるようなことをわざわざ言う人はそらいないと思います。それは当たり前の話だけれども、匿名のアンケートを取ったとしても、いじめられた人よりもいじめた人の方が極端に少ない。およそどのアンケートを見てもそういう結果です。それはね、ちょっとおかしいと思いますね。いじめをされた人はね、結構多いですよ。だいたい半数以上、6割の人がですね、いじめられたことがあると言っている。ところがいじめたことがあると言っている人は半数以下。これはね、単純におかしな話です。いじめっていうのは大体が1人を2、3人とかですね、何人かでいじめるわけで、あるいは誰かボスみたいなやつが指令してですね、その辺の全員が誰か1人をいじめるとか、そういう形ですね。数的に加害者の方が多いに決まってると。普通に考えたら、いじめられた人の何倍かの人がいじめてるはず。それやったら6割の人がいじめられたっていう点になったら、その何倍かの人、つまりほとんど10割っていうか、ほとんど全員がいじめてるはずやろうと。そうやのになんでいじめたことがあると言ってる人間の方が少ないか。そんなはずがないやろと。数が合わへんやないか。少人数でですね、ターゲットを取っかえ引っかえして大量の人をいじめたということもあるかもしれないが、それでもいじめられた人よりいじめた人の数の方が多いはずやと思う。その答えはつまりこういうこと。いじめてる人間は分かってない。はっきり言って分かってない。自分はいじめしてると思ってない。自覚してない。あるいはいじめしたことがあっても完全に忘れてる。そんなことあったかいなと。大したことないやないか。大したことないさかい忘れたと。やられた方はめちゃめちゃ嫌やったからずっと一生もうそれは覚えてるけども、やった方が何とも思ってない。すぐ忘れる。やった覚えすらない。そういうことなんやと。実はこれ本質的なことで、こういうことやからいじめがなくならへんのちゃうかと思います。やってる方は大したことないと思ってやってる。遊んでんや、ふざけてんや、いじってんや、そんな感覚ですね。激辛カレー用意してギャーギャー言いながら食べさせて、やってる方は遊び感覚。いじめてるとは思ってない。悪いと思ってない。ほんでどんどんエスカレートしてですね、もう何やってるか麻痺して、もうしまいに目に塗ったりむちゃくちゃやったりする。
何も考えんと調子に乗ってふざけたりしてると、だんだんエスカレートしてもう歯止めが効かんようになって、とんでもない悪ふざけになって、それはもうやられる方からしたらたまったもんやない。いじめどころかもう強要というかもう犯罪ですね。ちょっと前に宴会かなんかで煮えたぎった鍋に顔突っ込むみたいな、そんなわけのわからんことも起こったりする。今回の事件一体何をやっとったんか、全容を解明して加害者が誤って処罰を受けないといけないと思います。しかしそれでもいじめはなくならないと思う。それは本質的な問題解決ではないから。一見落着には程遠い。こういうとんでもない事件が起きたら、それはもちろん問題視されるけど、それだけが問題視されるみたいな形で、それ以前の段階の普通のいじめというかね、犯罪以前のいじめっていうのは世の中に5万とあるに違いない。そういうのもいじめという点では本質的には全く同じ。こういうとんでもない事件に発展する可能性もあると。自分はふざけているつもりやけども、相手はもうめちゃくちゃ嫌がってる。相手はもちろんいじめと感じている。そして私も含めてですけれども、そういうことをしてきた人、あるいはしている人というのはほとんど全員ではないかと。自分が分かっていないだけ、あるいは忘れているだけ、誰かに恨まれている可能性は十分にある。6割の人がいじめられたと言っている以上ですね、いじめた人はもっと多いのが当然やと。ほぼ全員と言ってもいいんじゃないかと。いや、そんないじめなんて金輪際したことないし、自分はこれからも絶対人をいじめたりすることはないという人はいるかもしれない。あるいはそういう人は結構多いかもしれない。それはもしかしたら本当かもしれないですけれども、実際にはそういう人はごく稀で、相当偉い人だけしかそういうことにはならないと思う。普通の人はやっていることを分かっていないだけ。だからつまりいじめの加害者という存在を自分のこととして捉えざるを得ないと。それは認めたくないことなんだけれども、現実を考えれば認めざるを得ない。いじめっていうのはなくなるものではないとは思いますが、いじめの本質を考えるときに、まずは自分がいじめていたかもしれない。今現在いじめているかもしれない。あるいは将来いじめするかもしれない。そういうことを意識することが第一段階というか、前提といいますかね。そう考えることには何も始まらんのではないかと思います。結局何が言いたいかというと、少なくともこれから自分がいじめの加害者にならんようにするためには、自分はいじめとかそういう卑劣なことは絶対にしないということを固く誓うとか、そういうことはなくて、逆に自分がいじめを簡単にしてしまうような危険な存在やと。いじめの加害者になるということがいかに簡単であるかということ。自分がいじめをすることは十分あり得る話であるということ、そういうことをよく分かっていなければいけないし、そのことはほんまに注意していかなあかんなと思います。今回のことを、加害教師を非難することは当然だし、悪いことは悪いと言うべき、もちろんその通り。しかし忘れてならないのは、自分も少なくともいじめという点で彼らと共通項を持っているということ。人を小馬鹿にしたり、数的優位になったらついつい調子に乗ってしまうと。そういう共通項、それはね、悲しいけれども持っているということ。私はそう考えています。次回の意味も込めてそういうことを動画にして残しておきます。すいません。ちっぽけなサテンの親父が分かったようなことを長々と言ってしまいました。めったにこういうことは言うつもりはないんですが、大事なことやけどついつい忘れがちなことなんで、自分のための備忘録として動画に記録することにしました。それにお付き合いいただきましてありがとうございました。またこれに懲りずに、こういった仇仕事にもお付き合いいただければ幸いです。それではこの辺で失礼いたします。